ジグヘッド単体のアジングロッドの最終地点と言っても過言ではないぐらい本当にいいロッドでした。ロッドとは思えないぐらい、あれこれめっちゃ感度いいやんってマジでビビりましたね。はい、こんにちは、やろです。今回は2025年版買ってよかったアジング製品ベスト3を紹介します。よろしくお願いします。毎年恒例だったこの企画ですが、2024年は、正直あまり紹介したいなと思う製品がなかったので、残念ながらお休みさせていただきました。で、2025年もアジング製品がもう飽和状態だったので、なかなかいいもの出てこないだろうなと思っていましたが、予想していた以上に、これめっちゃええやんと思えるものがありました。当然中には買ってちょっとこれ失敗だったなといったものもありましたが、それは置いといて、今回は僕が2025年に買ってよかったアジング製品ベスト3を紹介したいと思います。ジグヘッド単体用のアジングロッドで買ってよかったのはもうこのアジドー 7G シリーズですね。正直言うとこの竿は発売前に派手に宣伝をしていたので、これは出来が悪いから派手に宣伝してるんかなというふうに思ってあんまり期待はしてなかったんですよね。これはおそらく僕と同じように感じていた方もいらっしゃると思います。でも実際に釣り具屋さんで4機種全部取り寄せてもらって触ってみたら、もうこれは触って即買いを決断するレベルでよくて、正直言うとお金があったら全部買ってもよかったですね。予算の都合上2本だけ買って帰りましたが、僕が全機種買って使いたくなるレベルでよくて、4万円台で買えるアジングロッドの勢力図が大きく変わると感じました。アジドー 5G よりも感度が良く、アジの当たりやジグヘッドが海底に当たった時の感触がより明確に手元に伝わってくるなど、当たりを感知してピッとかけていくアジングの楽しさをより高次元で味わえます。さらにロッドバランスに関しては市場にあるアジングロッドの中でもトップでいい紙バランスが出ており、全部の機種で 135g の超軽いリールでもいいタックルバランスが出ます。これぞ紙バランスの恩恵ってやつですね。これだけいいロッドバランスが出ているので、ちょんちょんとアクションを入れた後の食わせの間のタイミングでアジが食ってきた時にジグヘッドの重さがふっと軽くなるテンション抜けのあたりも超気持ちいいぐらい取れます。個人的にジグヘッド単体のアジングロッドの最終地点といっても過言ではないぐらい高い完成度で、アジをかけるまでのプロセスからかけてからやり取りまで楽しめる本当にいいロッドでした。アジドー 7G については別動画で詳しく解説していますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。円筒のアジングに使うロッドで良かったのはスイープマスター 91UL ですね。何そのロッド、また変な差を使い出したなと思った方がほとんどだと思いますが、これはエバーグリーンさんから発売されているシーバスロッドになります。実はこのロッド最初は僕ノーマークだったんですよ。でも僕の友達が買っていたのでちょっと使わせてもらったら、フロートやキャロ、タングステンシンカーを使った円筒のアジングにめちゃくちゃ使いやすくて、思わず僕も即購入を決断したロッドになります。でこのロッドの一言で言うと、プロスペクターやマニューバーよりはこのティップやベリーの部分の張りは弱いけど、だいたい水深が 30m ぐらいまでのポイントで 2g から 15g ぐらいまでのキャロとかスプリット、タングステンシンカーとかフロートを使った円筒の釣りに適したロッドですね。使用できる表記はマックス 18g になっていますが、 28g のタングステンシンカーや 24g 前後のシャローフリークのスーパーダイムを投げることはできます。ただ快適に使える重さはだいたい 15g 前後かなと思います。でこのロッドシーバスロッドなんですが、ティップにアジングロッドを採用しているということだけあって感度はキンキンによく出ているんですよ。アジの当たりがよく取れるっていうのはもちろん、フロートやキャローを使った時の潮の流れの変化を感じやすかったりとか、タングステンシンカーが海底についた時の質感の伝わりやすさ、そういったものがシーバスロッドとは思えないぐらいよく出ています。ぶっちゃけて言うとプロスペクターよりもこのスイープマスターの方が感度が良くて、アジの当たりやタングステンシンカーが海底に当たった時の感触が手元でよりクリアに伝わりました。なので最初に借りて使った時にこれめっちゃ感度いいやんってマジでビビりましたね。そしてプロスペクターよりも曲がりが先調子になっていて、積極的にかけていくより超攻撃的なロッドになっています。
ただこのロッドはプロスペクターよりもティップが細くてシーバスロッドとは思えないぐらい超繊細です。なので投げる時に糸の垂らしを短くしてピュッピュッという風な感じで投げたりとか、アジをかけた後に竿を立てたままやり取りをしたりとか、竿を立てすぎて抜き上げたりするとこのベリーの部分に負荷がかかって簡単にパーンと折れる可能性が高いと感じています。実際に僕もこの竿を使っていてアジを抜き上げる時にこのようにウィーンと抜き上げてラインをパシッと掴んだりしたら簡単にパーンと折れそうでちょっと怖いですね。うわこれもし折れたら修理代高いし嫌だなみたいな感じですね。なので100前後のサイズから真上に抜き上げてラインを掴むんじゃなくて横によいしょっとスライドするような形で抜き上げてさらに鳩にアジを置くようにするなど細心の注意を払って使っています。ただこれは軽さや感度を出すために強度や耐久性とトレードオフとなってしまうので仕方ないところではありますが、その分感度の良さというのはかなり際立っています。その分取り扱いには気を使うというデメリットはありますが、感度や振り抜けの良さ、そういった実調性能は本当に別格で使っていて遠投のアジングが一段と楽しくなりました。そういった理由でシーバス用に作られたロッドではありますが、このスイープマスター 91UL が僕の2025年の買ってよかった遠投用のロッドになります。ちょっと余談になりますが、スペリオルシリーズをはじめ最近はこういった尖ったロッドを出すと折れやすいといったクレームが入って正直メーカーさんも作りにくい時代だなと思います。個人的にはこういった高弾性のロッドを破損させないための取り扱いの注意点を各メーカーさんやテスターの方がもっと発信すべきじゃないかなと感じるところはあります。そういった感じでちょっと思うところはあるんですが、そんな状況でもよくここまで尖ったロッドを製品化して出してくれたなと思いますね。特にチューブラのロッドは売れにくいので作らないメーカーさんも多い中、こういった尖ったチューブラのロッドを作ってくれるというのはチューブラが大好きなユーザーとしてとてもありがたいですね。個人的に新しいブランクで作ったマイティハンツマンのバージョンアップのロッドが欲しいところですが、またエバーグリーンさんからは今後もこういった尖ったロッドが出てくると思いますので超楽しみにしています。ジグヘッド単体用のリールではもうダントツでルビアス STSF ですね。135g の超軽いリールが3万円前後で買える時代が来るとは、もう技術の進歩はめちゃくちゃすごいですね。で、僕がこのリールを選んだ理由が感度、反響がいいからの一言につきます。これは以前から言って結構物議を醸していますが、リールってこのボディの素材とか内部構造の違いで感度、いわゆる振動の伝達が結構変わるんですね。例えば同じ重さのリールでも当たりの伝わりやすさとか潮の流れの変化の感じやすさ、アクションを入れた時の操作感の伝わりやすさが全然変わります。これは19番機種と23番機種がいい例ですね。リール以外、竿やラインなど全て同一条件で比較した場合、23番機種と19番機種だったら19番機種の方が圧倒的に響くみたいな感じで、リールの種類によって振動の伝達が変わります。で、実際にこのルビアス STSF を買って使ったら、これまで僕が使っていてダントツで感度が良かった EXIST SF よりも明らかによく響いたんですね。最初は正直金属ボディの EXIST SF の方が絶対感度いいでしょうと思っていて、ルビアス STSF の方が響いて、あれこれおかしいなと思いながら何度も竿とリールを特回引っ返して比較検証を繰り返しました。それでもやっぱりルビアス STSF の方が手元で響くんですよね。繰り返しになりますが、僕は正直金属ボディの方が振動の伝達は上だと思っていたので、このカーボンのボディのルビアス STSF が響いたのは完全に想定外でした。感度がいいということはアジのあたりも手元に伝わりやすかったりとか、潮の流れの変化も感じやすくなります。これによってアジの付き場を見つけやすくなり、チョークアップにも直結するので、感度の高いリールっていうのは本当に武器になります。ただこの感度という部分は人によってはそこまで必要ないよという方もいるかもしれません。でも僕のように釣りのセンスがない人間にとっては感度のいいリールというのはめちゃくちゃ心強い武器になるので、いろいろ検証していいものを探して使うようにしております。そういった理由でルビアス STSF は2025年に買ったリールの中でダントツで良かったですね。で、ルビアス STSF の懸念点である耐久性ですが、購入から8ヶ月ほど使った現在でも今のところ快適に使えています。これまでこのリールで100前後のアジを300匹ほど釣ったりとか、60アップのヒラスズキを釣ったりしてもゴリ感が出てオーバーホールに出さないといけないということもなく頑張ってくれています。
ただこの辺りはどのくらい耐久性があるかまだわからない部分があるので、今後もあんまり負荷をかけすぎないように気をつけながら使っていこうと思います。あとはこの軽さを生かせるロッドバランスのいいアジングロッドはまだまだ少ないので、各メーカーさんの今後発売されるアジングロッドを楽しみにしています。ということで今回は2025年買ってよかったアジング製品を3つベスト3ということで紹介しました。2025年もいろんなアジング製品を試してみましたが、竿とかリールとか結構豊作だったかなと思います。毎年のようにもうアジング製品は飽和状態だなというふうな感じで言っていますが、まだまだ進化した製品が出ていますね。皆さんは何か買ってよかったアジング製品はありましたか？よかったらコメントで教えてくださいね。2026年もいろんなメーカーさんから新しいアジング製品が登場すると思いますので、またいろんな製品を買って試してみて、より多くのアジを釣るための研究を続けていこうと思います。またいい製品があれば紹介しますので、よかったらチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄をスワイプしてハイペで応援をよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にアジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。